何飲んでたんですか？その時はビール飲んでました。カシスオレンジじゃない。それじゃない、もう強いやつ。日本人は一人でなんかやるとっていうか難しい。何してんのって言われます。ラーメンもいけます、一蘭だったら。一蘭だったら。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Kat the Cat. Today we're gonna go hit the streets of Tokyo and ask Japanese people what they do when they're alone, or what they do prefer to do when they're alone. So let's go and ask Japanese. 一人カラオケ行けます私。一人カラオケ私も行きます。行けます。はい。全然行けます。歌えます全然。ご飯屋さんとかも行けます。ご飯屋さんになんか制限ありますか？そこまでは一人で行けるんだけどそこは行かないとか。居酒屋は無理ですね。マックとかだったら行ける。ラーメンも全然普通に入れちゃいます。ラーメン屋さん。居酒屋はなし？居酒屋はなしか。なんか恥ずかしい。ワイワイしてるなんか一人でこうなんか恥ずかしい。しんみりこうみたいな。だったらお家で飲みたい。一人だったら。あの子寂しいんだよなみたいな。それが嫌だ。恥ずかしい。一人飲みでもやりますか？ありますありますあります。気使わない？確かに自分のタイミングすべてが考え事とかしながら。の時に何飲みますか？日本酒。状態が重たければ日本酒だよね。わかるでしょ？わかるよね。わかるよね。状態が重い時、病んでる、落ち込んでる時には度数が上がる？はい、上がります。飲めば飲みます。最近あったシチュエーションで一人に飲み失恋してそれでお家でやけ飲みみたいな。最近失恋しちゃったばっかりなんですよ。そうなんですよ。何飲んでたんですか？その時はビール飲んでました。カシスオレンジじゃない。それじゃない、もう強いやつ。ビールでもう飲んで寝て仕事行ってみたいな感じです。乗り越えました。それで乗り越えました。もうビールの力でもういいやと思って吹っ切れました。じゃあ自分の最近の一人飲みは？彼氏と喧嘩して最近一緒に、同棲してるんですけど、やっぱ合わないかなと思って引っ越してきたけどまた引っ越した方がいいのかなみたいな変に考えちゃって飲んじゃいましたね。なんか飲むことしかできないんだよね。その時は解決しないじゃなくて、こっちで何を考えてても行動しても相手が変わらないからね。なるほど。よろしくお願いします。一人カラオケめっちゃ行きます。一人カラオケの面白いところは？面白いところなんか気使わなくていいから何でも好きな歌めっちゃ歌える。練習内緒で練習してるじゃないですか。一人カラオケは月に何回ぐらい行きますか？月2回とかいます。結構行けますね。その時はどれぐらい歌いますか？一人で3時間とか。3時間誰も一緒いないってことはもうずっと声話なんか出し話じゃないですか。のど飴とかちゃんと買って舐めてます。一人ご飯とか行けます。ファミレス、サイゼリヤとかですね。ラーメンは？ラーメンはまだ行ったことないです。なんでそのみんななんかラーメン一人行く批判あるんですか？おじさんが多いイメージだから私一人で行くのは抵抗がまだ。どこまで制限決まりますか？なんかそこは一人で行くと恥ずかしいとかなんかありますか？日本では一人焼肉とか行ける人すごくない？なかなかないってことですか？監督は一人で行ける怖い。男性は一人で行けるお店だけど女性は一人では行けないみたいなのありますか？プリクラとかたまに一人の人いるけどすごいなって思います。女性一人プリキュラ、しばらくお待ちください。ラーメン屋とか行ける、寿司屋も行ける、海外も行ける。一人で？はい。行ったことありますか？あります。どこ行ってたんですか？オーストラリア行ってました。シェアハウスとかに泊まってました。ワーホリで行ってました。どれぐらいいたんですか？1年です。じゃあ大丈夫ですね。大体大丈夫です。その時に一人カラオケは行けないです。オーストラリアは一人で行けるんだけどカラオケは行けない？カラオケは行けない。寂しいです。友達の一緒の方が楽しいです。聞いてもらわないと、オーディエンスがいないと。一人オーストラリアの時に一人で何かをやってちょっと今友達が行ったら嬉しいなみたいなありました？風の時とかに誰もいないと寂しいから看病してもらいたい。確かにそれはすごいわかります。弱ってる時に誰かいてほしい。時に誰かいてほしい。一人海外生活できたってことですね。そうです。結構一人でどこまでも行けるんだなとは思いました。なんかわざと誰もいないとこに行こうみたいのは面白いなって思えるかなって。
己を知った。自分ってこういう人間なんだなっていうのがすごい分かりました。たくましいなって思いました。すごい一人海外生活すごいメリットありましたね。メリットありました。行ってよかったです。結構そういう友達もいますか？私日本で出会った人はいないんですけど、その海外に行った時に出会った友達とかはやっぱりみんなそういう前向きな人とかはすごい多いかなとは思いました。日本人は一人でなんかやるとちょっとなんていうか難しい。難しい、何してんのって言われます。なんでですか？なんか行き急いでるねって言われます。ちょっとマイナスってことですか？マイナスなのかわかんないですけど、多分マイナスなのかなとは思うので、気にしないように生きようと思ってします。ってことはやっぱ日本ではグループでやりましょうみたいなの多いんですか？日本人の感じでは多分そういうのが美徳じゃないですけど、こう足並みを揃えることの方が多分いいっていう風に多分文化でなってるのかな、わかんないですけど。旅行は好きですね。一人の旅行、最近は京都大阪とか何も考えないで行けるから、ノープランでも行けるってことですか？プランが楽しいのかなっていう、気の向くままに入れたり時間を忘れられるのが楽しいなって思います。お疲れ様です。一人で何々をしてみたいか、したことあるって今聞いてるんですけど、何が一人でも楽しいことをやったことありますか？一人映画とか一人ラーメンとかならよく行きますね。一人映画は何の映画見に行きますか？その時気になってる、最近だったらワイルドスピードとか一人で見に行ってきました。男性が楽しむやつで。はい。メリットありますか？気兼ねなく作品に集中できるっていう。あと一緒に見に行ける人とかいない時はもう一人で見た方がもう自分の中で余韻に浸れるっていうメリットがあります。でその時にはポップコーンとか自分にも買ったりしますか？いや、その時は飲み物だけです。はい、もう集中したいんで。じゃあ一人映画館はだいたいどの頻度行きますか？月3回くらい。結構ですね、先月見た3つの映画はトイストーリー、ワンピース、ワイルドスピード、あと天気の子見ました。男だと安い日とかを狙って、あとレイトショーとか夜安くなるんでそれで見ます。メンズデーってあるんですか？あったりしますね。はい。マジメンズデー初めて聞きましたよね。レディースデーはめっちゃ見るけど、メンズデー見たことない。月曜日が働きマンデーって言って男の人安くなるんですよ。働きマンデーって感じ。はい、そういう感じです。映画見て感動するときには一人で誰もいないから泣けますか？全然泣けます。だから一人で行くと泣くシーンとか恥ずかしくないんで泣けるんですよ。でも人と一緒に行くと我慢しちゃう。そう、恥ずかしいから我慢しちゃうけど、一人だったらもうボロボロ泣けるっていう。いいですね。相手気を使わなくていいし。はい、気使わなくていいし、泣いてるとこも見られないし。ご飯もお買い物も映画も行きます。私もこの前ワンピースとかは見ましたね。ワンピース一人で見ました。一人で見ました。二人で計画すれば一緒に行けたじゃないですか。でもね、日程がね、そう2人とも忙しいんで見たい時に行けるのもポイントです。ブラッと一人待ちたくないみたいな。そうです。見た後に見たのって言ってそこから話が発展するとか。一緒にしゃべりしたり。はい。お買い物とかは特に周りの子の時間を気にしなくて自分が行きたいところに行けるのが、お買い物はすごいいいとこです。一人ガストはあります。ファミリーレストラン、ハンバーグとかやってなんで一人で行きますか？就活でご飯と飲み物と長居できるとこみたいな。遠距とかしたんですか？ちょっとだけじゃあ自分は一人どこまで行けますか？一人映画館とか行けますか？行けます行けます。ラーメンも行けます。一蘭だったら一蘭だったらで一人カラオケ？頑張れば頑張れば行けなくはない。一人焼肉？やだ。なんで一人ラーメンが難しいで、こっちが衝撃なんですけど、全然一人でこの服で行くんですけどそれはすごい。それはすごい。周りはおじさんもみんな一人じゃないですか。なんで女性一人はちょっと行けないんですか？おじさんだからだと思います。おじさんばっかしかいないから恥ずかしいみたいな。だからおじさんがいそうなお店で女性一人行くとちょっと恥ずかしい。イメージダウンってことですか？そうです。イメージダウンイメージダウン。女の人はつるむのが
好きだからじゃないですか、2人とか3人とか、だから自分は見たことないかもしれないです。どうですか？一人まるまるやってみたい。海外行きたいです一人で。バックパッカーバッグだけ持って勇気ありますね。でなんか外国人の人のがなんかいっぱい話しかけてくれそう。日本人だみたいな。それこそヨーロッパとかなんか横断みたいな感じで、ヒッチハイクみたいなのでなんかいろんなのやってみたい。一人ラーメン無理だけど一人ヒッチハイク OK なの？いきなり夢は大きく。これではもうすべての質問でした。ありがとうございます。There are quite a lot of things that you can enjoy doing alone here in Tokyo that you might not be able to do all by yourself abroad. For example, karaoke abroad seems to be a thing that you do in groups. While in Japan, karaoke, many people love singing by themselves. One thing I love doing by myself is going to a maid cafe. One of my favorites. I had one of my best Valentines. Well, worst and best Valentines. But thanks to the girls at the maid cafe, it turns into good Valentines because I was all by myself and I felt really sad and sorry for myself. And so I went into a maid cafe. They cheered me up. I had cute foods. I took pictures and everything was feeling kind of better after that. So what do you like to do when you are alone? Let us know in the comments down below. Also, if you haven't watched our channel yet, we do quite a lot of cool stuff here on Japan with Japanese people, Japanese culture, so be sure to subscribe so you don't miss all the cool videos that we put out. We put out a lot of videos a week. Also, I hope you give us a big like. It makes a big change for us as YouTubers, so I hope you leave us that like, and I'll catch you soon for more stuff on Ask Japanese. Bye!